ジブリパークで購入したお土産を紹介していきます。まずはこちらのソープボトルから。お値段は3300円です。商品名はソープボトルハウルの浴室柄と書いてあります。早速開けていきます。箱の中には紙の緩衝材や段ボールなどがぎっしりと詰められて梱包されています。多少揺れても動くことがないくらいきっちりと詰めてあるので安心して持ち帰ることができました。ビニールを取ると艶やかな表面の陶器ボトルが出てきます。表面にはカルシファーによる魔女の谷のロゴ、そして裏側にはうなだれたハウルが描かれています。ボトルの裏にはジブリパークのロゴもあります。ソープボトルの口の部分はかなり長めのデザインでとってもおしゃれだと思います。口の部分を外すとこんな感じです。口の部分は狭めなので中を洗ったりするのは難しいかもしれません。とはいえこのデザインは唯一無二だと思いますし、何よりハウルのこのシーンが大好きなので家の中に置きたくて即買いしてしまいました。続いてもハウルの動く城のハウルの身につけているマントの柄を模した商品をご紹介いたします。品名ブラックタオルハウル2750円です。約90センチ丈のタオルにスナップボタンやゴムが入っているので体に巻きつけてスカートやポンチョのような形で使用することができます。柄のついた表面はツルツルとした素材であまり水を吸わないんじゃないかと思いましたが、裏面は毛足が長めのタオルになっていて水分をしっかり拭き取ってくれそうです。タオルの裾の部分にはジブリパーク魔女の谷の布かぐがついており、背中にはハウルの動く城のロゴも入っています。ファンにはたまらない一品ですね。続いては食器2種類ご紹介いたします。まずはこちらのマグカップから。品名アラビア×ジブリパークマグ 0.3 リットルハウルの動く城4400円。メイドインタイランドタイで作られているようです。早速箱を開けていきます。外箱は白地に青い線で描かれているイラストでとってもシンプルな印象ですが、取り出してみるとマグカップ本体はいろんな色で塗られているように見えますが、全体的にサイドは落ち着きめなので派手な印象ではありません。デザインはフィンランドだそうです。続きまして品名アラビア×ジブリパークプレート19センチハウルの4950円メイドインタイランドです。早速開けていきます。箱がぴったりと閉まっているのでなかなか開けることができません。特にテープなどで留められているわけではなく、お皿が箱の中にしっかり収まっているだけですが、ちょっと開けるのに苦労しました。開けた際落とさないように気をつけた方がいいかなと思います。マグカップと同様開けてみると外箱が白地に青色の線画でシンプルなデザインに対し、中身のお皿は落ち着いたサイドの赤、青、緑、黄色4色で彩られています。こちらもマグカップ同様デザインはフィンランドでされたようです。お皿の厚みは人差し指の第一関節半分くらいまでなので1センチなさそうです。食器として日用使いはもちろんお部屋に飾っても可愛いかもしれません。マグカップとプレートセットでぜひお手に取ってみてください。続いては実用性も抜群なラグをご紹介します。コシ魔法陣ラグ直径約70センチです。早速
速かけられているビニールを取っていきます。このビニール、特に口が閉じられているわけではないので、持ち方を気をつけないとスルスルっと落っこちてしまいます。厚みもしっかりとあるため、当然割と重いです。キャリーバッグには入らなかったので、片腕が筋トレのような状態で持ち帰ることになりました。引っ越し魔法陣ラグ4950円です。取扱い注意などしっかりと書かれているので、よく読んで使用したいと思います。毛足がとっても長く、一本一本もしっかりと太さがあるので、手で触っていてもとても気持ちのいい肌触りです。裏側はグレーカラーで滑り止めのようなものがついています。早速開けていきます。ちなみにこちら先ほどのラップタオルと同じマルシンさんという名古屋市内にあるメーカーさんの商品です。もともとタオル類を扱う会社さんのものなので、とってもしっかりした作りで安心して使うことができそうです。魔女の谷ジブリパークの布タグが縫い付けられています。全体的なデザインはハウルの動く城の中で、ハウルがお城の引っ越しの際床に描いた魔法陣のデザインをイメージしているようです。70センチという大きさもそんなに大きくないので、玄関はもちろんベッドの横などにも置けそうです。続いて売り切れ続出、大人気のヒンのぬいぐるみをご紹介いたします。歩く姿は床を掃除するモップのような毛足の長さがとっても印象的。ソフィーの後をついて歩く姿がとっても愛らしい。ハウルの動く城に出てくるワンちゃん、ヒンのぬいぐるみです。このヒンのぬいぐるみ、背中やお顔、お腹などパーツによって毛足の長さが違うので、この子の体型がとっても解像度高く表現されていると思います。全体的にどこも毛足は長めですが、頭の上、髪の毛やお顔周りが特に毛足が長めです。またお腹のあたりにしっかりと重みのあるビーズクッションの中のビーズのようなものが入っています。揉んでみるとショリショリシャリシャリと音がします。これが入っていることで、このヒンを抱きかかえると作中でソフィーが重そうにヒンを抱きかかえるような抱き方をすることができます。ちなみにお値段は7480円です。ぬいぐるみなので多少のお顔の個体差はありました。朝早くから並ぶことでしっかりと好みのお顔の子を選ぶことができると思います。ただ午前中には売り切れてしまったり、売り切れ中の期間もあるみたいなので、絶対に欲しい方は事前に商品情報を見ていくと良いかと思います。最後はこちらのシャツを紹介していきます。紙タグにもしっかり書かれているリバティの商品で、柄がとっても素敵です。アパレルのグッズはとても人気なのかなと思ったのですが、こちらのシャツ、ハウルの動く城の他にいくつかデザインがありましたが、どれも取り合いになるほど人気な感じではありませんでした。少しお値段が張るからかもしれません。リバティファブリックのものはオリジナルのテキスタイルデザインにこだわり作られているものです。リバティシャツハウルの動く城 M サイズを選びました。生地は綿 100% です。メイドインジャパン日本製で16,500円となっております。全面的にカルシファーや流れ星が描かれた総柄のデザインになっています。近づいてみるといろんな柄が細かく描かれているので、とっても綺麗な一方、ちょっと派手かなとも思ったのですが、遠目に見るとキャラクター感がそこまで強くないので、普段さらっと着やすいんじゃないかなと思っています。大人でも着やすく、
わかる人が見たらたまらない最高におしゃれなデザインだなと思いました。